ここは栃木県宇都宮駅。今回は東に位置する茨城県の中心部、水戸駅へ移動する。現在水戸への移動は宇都宮線で小山駅へ南下し、そこから水戸線を使用するのが最もオーソドックスなルート。しかし今回はあえて地図上の空白地帯を貫く隠されたルートで水戸を目指します。果たしてどれだけの時間と運賃がかかるのか。なぜならこれから進むのは鉄道網が途絶え、1日わずか数本の交通インフラの最前線にして限界地帯を進みます。ということで早速移動開始です。まずは切符を購入です。運賃表によれば正規の鉄道ルートでの運賃は1790円。切符を購入しました。運賃は620円です。12時34分、烏山行き、こちらに乗ります。仮にオーソドックスルートで今から移動した場合、所要時間は12時35分発の宇都宮線に乗れば14時35分着でぴったり2時間です。東北新幹線や常磐線特急日立を駆使してもやはり2時間程度。烏山線が入線してきました。こちらの電車に、乗車します。2両編成の電車が帝国通り出発。水戸到着の目標時間は完全に未知数です。大石寺駅で東北本線から分岐し、列車は非電化単線の烏山線へと入ります。車窓には田んぼが広がります。車窓から荒川総郡の新色掛という地形が見えると烏山線も終盤線。民家が並び始めると間もなく終点、烏山駅。終点の烏山駅に到着しました。宇都宮からが所要時間50分です。そしてこの電車は JR 東日本でも新しい車両です。乗車の車両はバッテリーの電力のみで走行する JR 東日本の新型車両です。 EVE301 系、愛称アキウム。架線のない非電化区間をバッテリーの電力だけで走行できるのが最大の特徴。面白いのは図上。見ると普通の電車と同じようにパンタグラフで通電している。しかしよく見ると電車の頭上部分だけしかなく、頭上前後の架線部が途切れている。この車両の上を見ると架線がこのように途切れています。この先頭部分も架線がここで切れています。おそらく今こちらの電車は充電中だと思います。フル充電したらどこまで行けるんだろう。券売機前はあったんだけどなくなっちゃったんだな。烏山線の運行ダイヤは朝夕こそ1時間1本ですが、日中は2時間も間隔が空きます。で、ここからはバスに乗車します。かつてこの烏山には南の真岡鉄道茂木、北の那須中川を経由し、水郡線の日立大子駅を鉄路でつなぐ計画が存在しました。しかしその計画は幻となり、鉄路はここで完全に途絶えています。ポツンと置かれたバス停。時刻表を確認。時刻表を見れば運行本数は平日4本。さらに土日祝日に至っては13時35分が終バスという絶望的なダイヤが組まれています。そしてこの車両が、路線バスのようです。烏山線と接続を取ってるみたいですね。CA バスと書いてあります。車内は貸し切り状態で烏山駅を出発。前半は烏山中心部を循環する形で進んでいく。烏山の中心部市街地には歩行者も自転車の存在も確認できない。ロードサイド店舗の駐車スペースには車が止まっている。車がないと生活が成立しないリアルを突きつけられます。近くを流れている中川を越えると市街地から離れる。バスから降車。乗車時間は30分ほど。道の駅三輪前というバス停。バス停の名の通り道の駅で降りたのですが、道の駅の敷地ではなく普通の道路の側道で降りることとなりました。
しかし、なぜバス停留所が道の駅の敷地にないのだろうか。疑問を持ちつつも道の駅の方に向かいます。ただ、バス停を降りたら、すぐ先に道の駅の看板が見えました。この左手が道の駅かと思われます。だいたい通常は道の駅にバス停が設置されてるんですが、ここは違ってましたね。道の駅三輪と書いてあります。そしてここから次の乗り継ぎをします。三輪ふるさと館北斗星と書いてあります。やべ、マジか。毎週月曜日定休。いやー、今日は月曜日定休日あるとは知らなかったな。いやー、完全にリサーチ不足。乗り継ぎまで時間あるんだよな。この左側にでっかい椎茸のオブジェがあります。この辺の地域は椎茸が名産なのかな。このオブジェのすぐ近くにバス停を見つけました。道の駅北斗星。バス停を発見。茨城交通のバス。1日3本の超ローカルダイヤ。予定の15時30分が終バス。逃したら大変なことになります。この運行ダイヤは分かってはいましたが、改めて実際見るとなかなか緊張感があります。見ての通り、この場所は中市市街地から離れており、公共交通機関が薄くなるのは必然な地域。バスの時間まで1時間半ほどあるんですが、ここで食事とかして時間を潰そうと思ったんですが、思惑が完全に外れました。いやー、失敗したな。何やら面白そうな自販機を発見。飛びえもん。肉が売ってますね。なんでここで肉売ってんだろう。タレ付きで保冷剤もついているようです。地図を見ると、ここは、もう茨城県なんですね。ここは茨城県常陸大宮市。そして先ほど乗車したバスは烏山市の市営バス。県境を越えた自治体同士の複雑な管轄問題がバス停の配置という理不尽な形で現れているのだろうか。調べたら、この周辺に救世主の存在がありました。なんと右手前方にセブンイレブンがあります。いやー、まさかのセブン。セブンイレブンにだいぶ助けられました。そしてこのように先ほど乗車した烏山市営バスのバス停があります。時刻表を確認してみます。平日は1日4本。烏山に行くバスは終バス15時。退路はすでに断たれています。時刻表を確認すると先ほどの烏山市営バスの折り返し最終便は15時に烏山駅へ向けて出発済み。やはり茨城交通の終バスには乗り遅れることはできない。終バスに乗り遅れないように早めに来ました。こちらのバス停名は道の駅北斗星。そして先ほどの烏山市営バスのバス停は道の駅三輪。いや、あえて名称を変えてるんでしょうかね。あ、よかった。ちゃんとバスが来ました。この道の駅は今日は休日なので閑散としているが、あくまで推測になるが、各店舗の営業日はもっと賑わっていそうな雰囲気。15時30分の終バスに乗車しました。またもや貸し切り状態で国道 2L93 号を進みます。趣ある街並みが残る高生宿。高生からさらに20分経過。この施設も月曜日休日のようだ。常陸大宮市の小川地域へ。貸し切りはここで終了。そしてこの通りは常陸大宮市の中心。はい、そして乗ってきたバスの終点に到着しました。乗車時間はおよそ50分ほどでした。ここで驚愕のデータです。県境付近からの道のりを50分間走り抜けたこの路線の運賃、なんとわずか200円です。自治体の執念によって維持され、地域交通を守るための価格設定。そして到着したのが地域の中心駅、常陸大宮駅。
駅は最近改修された模様。伴って駅前も工事され整備が進むようです。そして、ここから水戸駅までのラストランナー、水郡線。地域の中心駅とあって、発見機も設置、時刻表もモニターとなっていて新しい。郡山方面の乗り場へはこの連絡通路、こちらも新しく設置されたようだ。こちらは西口方面の眺め。商業施設はないかな。駅は2面2線のホーム構造。上から見ると駅全体が整備されたことがわかります。ちょうど帰宅の時間か。学生さんが大勢います。やってきました水郡線。目的地の水戸駅です。はい、ということで最後水郡線に乗って、水戸駅へ向かいます。乗車から20分が経過し、常陸太田方面からの接続駅である上菅谷駅。ここから乗客が一気に増え、この移動も終盤戦。都市部らしい車窓が正面に見え、左から常磐線が合流。間もなく水戸駅。ただいま水郡線から下車。常陸大宮駅からは30分ほど。そしてここが本日の目的地の水戸駅。果たしてトータルの所要時間はどれくらいかかったのだろうか。現在時刻は18時過ぎ。移動時間は実に5時間半に及びました。そして気になる運賃は烏山線620円、烏山市営バス610円、茨城交通200円、水郡線530円。トータル1960円。正規ルートなら2時間1790円で済む移動を、あえて5時間半と1960円をかけて踏破しました。時間も運賃もかさむ上に、一本逃がせば即終了という異常なリスク。しかし、地図上の空白地帯に潜むインフラの過酷さを体感するには、十分に趣のあるルートだったのではないでしょうか。ぜひ、周辺地域の情報や歴史など、また他の地域でも面白ルートなどのお話などありましたらコメントしてみてください。